ハベルマーケットを中心にして、ご覧の通り周囲はすべて、観光客でごった返しています。歴史的建造物の多い地域でもありますので、ハベルマーケットを中心にした一つの観光スポットということになっているんでしょう。レストランもたくさんありますので、今ちょうど夕方5時前なんですけれども、周囲を散策した後夕食をとって帰る方も多分多いと思います。いかにもヨーロッパの古い街並みらしい佇まいですね。日本で古い街並みというとまず思い浮かべるのがやっぱり京都ですけれども、京都は道が直角水平5番目状に並んでまして、街並みはどっちかというと単調なんですけれども、ヨーロッパの古い街並みを見ますとそういうこととは真逆になりまして、細い道もあれば狭い道もあって、しかもどの道も必ずしも直角に曲がっているわけではない。中にはカーブしながら合流してくるというふうな道も結構あります。本当に気をつけないと迷子になってしまうのがこのヨーロッパの古い街並みの特徴ですね。本当に今日は土曜日なので余計に人が多いですね。ここは昨日ちょっと朝来た共和国広場ですね。そのシンボルになってます天文時計台の前に出てきました。やはり金曜日の午前中、昨日ですがと全く違いますね。前に初めてプラハに来た時も確かこんな感じだったです。ちょっと広場の中に入っていくのは少々勇気がいりますけれども、行けるところまで進んでみたいと思います。いや360度どこを見ても重厚感のある見応えのある建造物でいっぱいですね。ちょっとカメラを360度回してみましょう。前回エジプトのルクソールにいた時にもたくさんの馬車引きを見ました。客引きの呼び込みがすごくてちょっとヘキヘキしたんですけれども、ここはそういうことはなさそうですね。皆さん落ち着いて乗る人は乗る、乗らない人は乗らない、そんな感じです。大きな教会ですね。私自身久しぶりのヨーロッパではあるんですけれども、やっぱりこういう石畳の上にテーブルと椅子を出してカフェが営業しているというのは本当にヨーロッパらしい光景かなというふうに思います。やはり土曜日なんですごい人ですね。これからクリスマスシーズンになるんで、もっと観光客が増えてくるだろうというふうに思います。私は今プラハの観光名所の一つでありますチャールズ橋という石造りの橋のたもとに来ております。今日はこれからこのチャールズ橋を渡ってその周辺を少し散策してみたいと思います。両サイドにこの石造りの構造物がありまして、これが象徴的なんですけれども、とても立派な歴史感のある建物です。この橋のたもとにも観光スポットがありまして、古い街並みの中にカフェやレストランなんかがたくさんあります。まさしく絵画に出てくる風景ですね。
ちら奥に見えますのがプラハ城ですね。橋の真ん中あたりですねに来ました。こちらは上流側ですね。今日は10月の29日の日曜日なんですが、プラハはすっかり紅葉のシーズンです。ほぼほぼ渡り切ったところから振り返って来た道を今撮影していますが、こんな感じですね。反対側の橋のほぼほぼ終点ですね。こちらにも石造りの立派な塔があります。石の塔をくぐり抜けるとこんな感じですね。人が多いですね。やはり日曜日だからということもあるんでしょうけども、周りを見渡すとやはり歴史感のある建物で取り囲まれているという感じですね。どこを向いてもカメラ映えのするところです。今私はチェコのチェスキークルムロフというところに来ております。ここは首都のプラハからバスで3時間半南に走ったところにあります。古城と川で有名なところで13世紀から続くお城の城下町ですね。今日はここチェスキークルムロフを散策してみたいと思います。ちょっと定かではないんですけども、確かこの町全体がユネスコの世界文化遺産に登録されていたと記憶しています。今日町の中心部は細い上に坂が多いので、結構歩くのに体力を使うような感じではありますけれども、そんなに広いエリアではありませんので、実際には半日もあれば十分に楽しめるところだと思います。一番最初に出てきました教会でしょうね。これは教会の鐘の音が落ち着きますね。なんか教会から再びメインの通りに戻ってきました。これからこの町の中心地の広場の方に向かってみたいと思います。広場の方に出てきました。この町の一番のメインスポットであります。ではカメラを360度回してみたいと思います。それでは広場を通り抜けて、お城の方に行ってみたいと思います。このチェスキー・クルムロフのクルムロフという言葉なんですが、さっきちょっと調べてみたところですね、これはチェコの言葉で、今ご覧いただいているように川が曲がりくねったような場所のことを指すようです。ですので、チェスキーの川が曲がりくねった場所と、そんな意味になるんでしょうか。ネットで調べましたら、ここチェスキークルムロフはお城と川が非常に綺麗だというふうに書いてあったんですが、その通りだと思います。古城と川が非常にマッチした光景があちらこちらで見ることができます。この木の橋も味があっていいですね。
おそらくこの階段を上がった道がお城への近道なんだというふうに思いますので、ちょっと行ってみたいと思います。お城の入り口に来ました。結構な坂ですね。建物の入り口から少し入ったところに展望台のようなところがありました。これがチェスキー・クルムロフの街の前景ですね。渡り廊下に出てきまして、左手を見ますとやはり、チェスキー・クルムロフの街全体が見渡せます。さっきよりも若干高さが低いので、少し街が近くに感じます。渡り廊下はこんな感じですね。ここから旧市街までもすぐなので、ぶらぶらと歩きながら旧市街の方まで行きたいと思います。旧市街のメインストリートに出てきました。今11時20分頃ですので、ちょっとまだランチには早いのか、レストランやカフェの席も空席が目立ちますね。旧市街のランドマークになってますミハエル門がだんだん近づいてきました。それに伴って旅行者の数も徐々に増えてきている印象ですね。ミハエル門の下あたりまで来るとカフェもにぎわってますね。結構満席に近い状態です。ミハエル門がだんだん近くなってきました。旧市街の中心部にあります船舟広場と呼ばれる広場に出てきました。ここがこの旧市街のセンターになります。この船舟広場に面して建っているこちらの建物ですね。これがブラスティラバの旧市庁舎です。何か今日はイベントがあるようですね。準備のために立ち入り禁止になっております。再びミハエル門のあるメインの通りの方に戻っております。ブラティスラバの旧市街を散策してみました。発車いたしました。眼前には旧市街が見えますが、おそらくこれがだんだんと近づいてくるような軌道になっていると思います。
上りは徒歩で歩きましたので、だいたい約1時間弱ですね、でしたが、ケーブルカーですと約10分で下山ができます。これぐらいの距離で見るのが一番綺麗かもしれませんね。昨日は海も荒れてましたので遊覧船は出なかったんですけども、今日は出港している船もあるようですね。今到着いたしましたので、下車したいと思います。ここドゥブルブニクの旧市街は12世紀から建設が始まった城壁に囲まれた要塞都市であります。今からこの門をくぐって中に入りたいと思います。非常に重々しい感じの石造りの城壁ですね。もう一つの門をくぐりまして、城内に入ります。教会の一種なんですけれども、ここには教会修道院の施設と合わせて図書館や博物館、あと薬局なども併設されていたそうで、インターネットによりますとこの薬局は世界最古の薬局だということです。ここはプラッツァ通りといいまして、旧市街のメインストリートになるところです。非常にいろんなお店があって見てて面白いんですが、時々こういう細い路地がありまして、そこにも椅子やテーブルをこのように出して、カフェだったりレストランだったりを営んでいるお店なんかもあります。プラッツァ通りの突き当たりまで来ました。ここから右手を見ますと聖ブラホ教会という教会がこちらにありまして、これはこの町の守護聖人を祀った教会だということです。プラッツァ通りの脇にある石造りの渡り廊下といいますか、門をくぐって進んでみたいと思います。画面中央に映ってますのがドミニコ会修道院の塔ですね。中には非常に貴重なステンドグラスなんかが展示されているそうです。ドミニク会修道院の外側を今プラッツァ通りの方に戻ってきている途中で、オールドポート、旧市街の港ですねがありますので、ちょっと立ち寄ってみたいと思います。この石造りの城壁の下に非常に素敵なレストランがありますね。いや、いい感じです。岬の先端に行ってみたいと思います。距離としてはどうでしょう、5、60メートルといったところでしょうか。そんなに大きなものではありません。先ほど急ににわか雨が降りましたので、地面が少し濡れていますが、今はすっかり天気も良くなっています。突堤の先端まで来ました。
正面に見える海がアドリア海ですね。ぐるっとカメラを回してみたいと思います。それではまたプラッツ通りの方に戻りたいと思います。正面にはイエズス会の階段という、階段ですねがあります。ローマのスペイン広場にあります階段によく似た雰囲気ですね。イエズス会の階段を上がってきました。再び旧市街の中心部の方に戻りたいと思います。ガイドマップで言いますと、決してメインの順路ではない裏路地のようなところを通ってきて、これから元来たプラッツァ通りの方に戻ってきます。やはり昨日、おとつい天気が悪かったせいで旅行者も相当、今日もおそらく天気が悪いだろうということで敬遠しているのかもしれません。カフェは結構どこも暇そうです。裏路地から元来たプラッツァ通りに出てきました。ここから一旦場外に出まして、外側からこの城壁で囲まれた旧市街を眺めたいと思います。入場してきた門の前まで来ました。一旦ここから場外に出たいと思います。このカフェの向こう側に城壁旧市街の入り口がありまして、それをぐるっと右の方に振っていきますと、海を挟んで向かい側に要塞があります。こちらがロブリエナッツ要塞という要塞でありまして、こちらもこの旧市街城壁の要塞都市を守っているもう一つの要塞であります。海岸まで出てきました。こちら正面に見えますのがロブリエナッツ要塞です。では階段を上っていきたいと思います。ロブリエナッツ要塞の有料施設の入り口の前のテラスにおります。ここからドゥブルブニクの旧市街のほぼ全景が割と至近距離で見渡せます。私は今ボスニア・ヘルツェゴビナの首都サラエボの旧市街に来ております。トラムを降りまして目の前には通称鳩の広場と呼ばれる
広場があります。ご覧の通り、数えきれないぐらいの鳩が、観光客、旅行者から餌をもらったり、それを待っているような状態がほぼ一日中続いているようです。鳩の広場のすぐ横にセビリと呼ばれる、意味合いとしては噴水という意味らしいんですけれども、実際には個人住民旅行者の水飲み場になっています。今鳩が水飲んでますけども、セビリから旧市街のオスマン帝国時代のエリアを中に入ってみたいと思います。このボスニア・ヘルツェゴビナというのは人口でいうと大体半分ぐらいがキリスト教系の人たちで、残り半分がいわゆるムスリムの人たちということで、この辺りには実はモスクなんかもあります。こちらのモスクですね。確かにこれまで来たヨーロッパの旧市街とは全く趣が違いますね。中東もしくはトルコの色合い、風味を非常に強く感じます。こちらはボスニアのいわゆる伝統料理でしょうね。レストランでしょうか。ちょっと中に入ってみたいと思いますが、こちらには絨毯などが展示されているようです。本当にヨーロッパとは思えないような雰囲気ですね。ラテン橋が見えてきました。ここにサラエボ事件の当時の様子を表した写真が3枚ほど展示されております。写真にありました皇太子ご夫婦が乗っていた車のおそらくこれはレプリカだと思うんですけれどもが展示されています。正面の建物もなんとなくモスクの形に似てて、情緒がありますね。大きなモスクがありますので、ちょっと中に入ってみたいと思います。敷地の中にはまだ誰もいませんが、こちらが正面の入り口ですね。非常に多くの旅行者の方がいらっしゃいます。
再び鳩の広場まで戻ってまいりました。私は今北マケドニアの首都スコピエに来ております。今日はこれからスコピエの旧市街ですね、こちらを散策してみたいと思います。では行ってみましょう。画面中央奥に見えますのがスコピエ要塞ですね。ここ北マケドニアはヨーロッパキリスト教系の人たちと、あとムスリムですねの人たちが混在している町でありまして、先日行ったボスニア・ヘルツェゴビナの首都でありますサラエボによく似た感じがしております。イスタンブールのグランバザールには行ったことがありまして、その入り口あたりにこうして、通りの両サイドに雑貨であったり良品であったりカバンなんかを売ってる店がいっぱいあったんですけども、それによく似てるなというふうに思います。非常に道が入り組んでいまして、特にインフォメーションセンターもなければ配布される地図も見たところありませんので、感覚的に回っておりますが、下手をすると道に迷いそうな感じはします。トルコのエルドアン大統領の肖像ですね。やっぱりトルコ系の人も結構いるんだろうと思います。正面に立派なモスクがありますので、ちょっと見に行ってみたいと思います。モスクの正面に来ました。非常に綺麗な形ですね。見てて飽きないです。先ほどのモスクのすぐ横に可愛い小さめのモスクがもう一つありました。おそらく聞こえてくるのはこれコーランだと思いますね。ちょうどイスラムのお祈りの時間なんだろうと思います。旧市街に戻ってきました。先ほどから聞こえてくるコーランですね。これが非常に雰囲気があっていいですね。意味は正直全く分かりませんけれども、この街の雰囲気によく合ってると思います。スタート地点の通りに戻ってきました。スタート地点の大きな、多分あれもアレキサンダー大王だと思うんですが、アレキサンダー大王の銅像が立っている広場まで戻ってきました。